はい、皆さん、コンタコス、タルタコスでございます。さて皆さん、ミストランドのダンジョンが強くて困ってませんか？ミストランドのね、ダンジョンの発見方法はこちらの動画を参考してもらったら見つけられるとは思うんですけど、ダンジョンが強い。敵が多すぎだよ。気持ち悪い。って思って思わずダンジョンを出た方多いんじゃないでしょうか。そこで今回はダンジョンを楽に突破できる方法を解説していきましょう。さてまずはね、装備紹介いきましょうか。こんな感じですね。一応今回は霧の地初めて潜って初めてのダンジョンを攻略する想定でいってます。なので霧の地でしか入手できないアイテムは省いてますね。すべて平地までで入手できる装備で攻略していきます。まず装備、武器がフロスナー、そして盾が黒金属の盾。フルアップグレードできたらしといてください。タコスはフロスナー2なんですけど、なんとかなります。で、ドラグルの牙ですね。基本的には使わないんですけど、一応持ってってます。で、重要となるのが握手玉ですね。握手玉は40個ほど持ってってますね。タコスは握手玉大好きです。今回のダンジョンで結構使えるので、ぜひね、持ってってください。そして次が鉄の大ハンマー。これも強いですね。やはり大ハンマー、壁貫通して攻撃与えられるので、かなり強いです。品質なんですけど、タコスは一応2にしてます。ですが、一応はフルアップグレード目指してやっといた方がいいんじゃないかなーって感じですかね。一応品質上げると耐久度結構上がるのでおすすめです。で、防具ですね。詰め物装備フル強化。これは必須ですね。タコスはですね、動きやすいためにフェンリスで行くんですけど、これは真似しない方がいいです。基本的には詰め物装備フルマックスで挑むことをお勧めしますね。で、ウィスプライト。これ必須ですね。皆さん霧の地行く際は絶対持っていってると思うので、名銀つけるよりかはこれつけてった方がいいです。で、あと石が5個と木が30個。これ焚き火とベッドを作るために持ってってますね。で、お食事です。お食事ですがちょっと多いめに持ってってますね。ロックスのミートパイとヘビのシチューで、ヘビのシチューあれば嬉しいんですけど、なかったら魚の包み焼きとかでもなんとかなるかなって感じです。で、スタミナ食ですね。スタミナ食はタコスパンにしてるんですけど、チノプディングとかの方がいいですかね。で、パンと一応玉ねぎのスープ持ってってます。で、虫が気持ち悪すぎて吐きそうになった時に使えるこの吐き気止めピュークベリー、これもちょっとだけ持っていっときましょう。こんな感じですね。で、バフは大骨、これ必須です。それではね、ちょっとダンジョン行ってみましょうか。お、ありましたね。あれがですね、ダンジョンです。ダンジョンのね、発見方法ちょっとわからないなっていう方はこの動画見てもらったらわかるかなと思います。さて、それでは行くんですけど、シーカーがね、今ちょっと数少ないんですけど3匹ぐらいいるので、ここでね、大骨のバフ使ってもらっても大丈夫です。今回ね、1匹だけなんで普通に倒しましょうか。2匹いた。ちょっとダメージ食らっちゃったな。さて、それではね、ダンジョン行くんですけど、ちょっとね、ここで一手間加えます。まずはベッドの設置ですね。このね、ダンジョンで死んでしまっても、ここからリスタートできるようにベッド設置しておきましょう。ここだとね、避難場所つくので、ベッドはね、確保することができますね。で、確保し終わったらチェストの中に死んだ時用の飯でも入れときましょう。こんなもんでいいかな。で、最後に休憩済み取りたいので焚き火設置して OK ですね。これで休息済みを取ってから行きましょうか。このね、ダンジョンのちょうど入り口、ここ避難場所判定あるので休憩済み取れます。なので休憩済みのバフがちょっと切れそうだなーっていう方はここに焚き火つけてもらって休息済みをつけてから行きましょうか。
よし、では早速行きましょう。はい、来ましたね。まずはどんな感じになってるかをちょっと見ましょうか。まあ、この音がするということはシーカーソルジャーいるかな。お、ちょうどあそこにいますね。なるほど、なるほど。で、星にシーカーもいますね、あそこに。これは非常に珍しいな。で、こういう場合なんですけど、このダンジョンの入り口のすぐ近く、この辺りに、まあ、シーカーソルジャーとか、まあ、シーカー星2とかがいる場合、大ハンマー使います。大ハンマー使って、ここからですね、攻撃していきましょう。安全地帯からしばいていきましょうか。コツとしてはですね、まあ、この辺りで振り回してもいいんですけど、今ちょうどですね、ここに木の枝みたいな感じで塞がってるんですよ。で、この塞がってるところを大ハンマーで壊しちゃう可能性があるので、ここをね、壊さないように、この辺りから殴っていきます。目安としてはですね、ダメージ判定がなくなるまで続けていきましょう。この大ハンマーはね、壁貫通するので、まあ、星シーカーであろうがなんだろうが、時間さえかければ倒せます。まあ、多分普通だったら結構難しいと思うんですよ。星にシーカーとかいたんで。結構難しいんですけど、まあ、この方法を使うとね、時間かかりますけど、安全に倒すことが可能ですね。さて、どんな感じかな。シーカーソルジャーまだ生きてますね。シーカーは倒せてるな。まあ、もう少し叩いておきましょうか。お、五輪中したかな。はい、五輪中しましたね。よしよしよし、いいぞ。まあ、っていう感じでね、たとえ星付きシーカーが出ていようが何しようが、まあ、大ハンマーの前では無力です。さて、攻略進めていきましょうか。星付きが分けやすいな。まあ、ティックちゃんもですね、めんどくさかったら、大ハンマー使ってもらったら。よっ。OK。で、ご飯も適度に補給しつつ、探していきましょう。特にないな。で、こういう場合ですね、結構あると思います。このシーカーが木の枝に挟まって待ち構えてるパターン、これめっちゃあると思うんですけど、まあこういう時に役に立つのが握手玉ですね。投げて、ちょっと待って、でダメージ判定がなくなったらもう一回投げます。これで OK です。だいたいね、2発ぐらいでシーカーは倒すことができますね。こうやって待ち構えてる敵に対しては握手玉めっちゃおすすめです。超強いですね。で、安全が確保できたら次に次と行っていきます。で、ああいう場合でね、何にも挟まれてないシーカーが出てきた場合はちょっと戦うしかないですね。まあめんどくさいですけど、ちょっと戦いましょうか。2匹いますね。まあたとえ2匹いたとしても、まあ握手玉ね、使ってもらったら意外と簡単に倒せたりするので、まあ、ちょっとね HP 減らしておくだけでも楽にね戦えると思うんで、握手玉はね結構強いです、ダンジョンでは。じゃあこの2匹を倒しときましょうか。よっ。
まあ、なかなかこっち来なかったら、もうこっちから握手玉投げておきましょう。握手玉をね、節約するためにダメージ判定がなくなってからしっかりと投げましょう。よっはい、終わりですね。で、またここにも扉がある。まあそんな感じです。まあ扉からですね、もうシカいますぜっていう感じになってると思うんですけど、まあここでもね、大ハンマー使います。またさっきと一緒ですね。ダメージ判定なくなるまで大ハンマーで殴っていきましょう。何匹かいるかなーって感じかな。あっちのティックを殺してたんか。なるほど。よしよしよし。まあこれでいいかな。で、ある程度ね、倒せたら上げていきましょう。オープン。なるほどなるほど。で、またこんな感じで木の枝に挟まってるシーカーがいたら握手玉を投げてダメージ判定がなくなるまで待っときます。もう一丁。オゲイ。もういないかな。ふむふむ。こんな感じだね。では次、この扉ですね。この扉に敵がいないかどうか大ハンマー使って確認しておきましょうか。大丈夫そうかな。結構ダンジョン広いっすね。まあやりごたえがあるってもんだ。あ、一周してきちゃった。押し付きティック結構開きますね。あそこで阻まれてるティック、あれもねめんどくさいんで握手玉使いましょうか。OK で、安全が確認できたら進む。まあこんな感じですね。で、攻略のポイントとしては、破壊可能なオブジェで挟まれてる場合、敵がですね、そういう場合は握手玉を使う。で、扉を開けるとか壁に挟まれてる敵に対しては大ハンマーで一方的にダメージを与える。まあこの2つがですね、重要な攻略ポイントになってきます。で、こうやってね、小さいシーカー、まあいっぱい来るんですけど、まあこれもですね、大ハンマー、非常に強いです。まあこんな感じで一方的に倒せるんでね、大ハンマー様々。で、おそらくここの下にシーカーソルジャーいますね。恋してるんで。なるほどなるほど。シーカーソルジャーが1匹。そしてちっちゃいシーカー。普通のシーカーはいませんね。コアが結構あるな。ということで、まあシーカーソルジャーはね、しばきたいですね、ここで。ただ、あそこの1階の広い場所でシーカーソルジャーと戦う場合は、この握手玉、大ハンマー戦法使えないので、なので、普通に倒していきましょう。まあ、ここまで来ればですね、一回戻ってもらって、まあ、大骨溜まるのを待つのもよし。
休憩済みをしっかり確保するのもよしです。まあ、今回ね、ちょっと休憩済みだけ取りましょうか。よし、OK。ちょっとね、大ハンマーの耐久度がだいぶないので、まあ、大ハンマーはね、品質強化しといた方がいいですかね。まあ、ですが、例えばポータル持ち歩いてる場合は、品質あんまり関係ないかなって感じです。まあ、でも、どっちにしろ上げといた方がいいですね。まあ、結構ね、要求素材高いんであれですけど。じゃあ、ちょっとこのまま進んでいきましょうか。まあ、普通はですね、大骨バフ、ここで使っといてもらったら大丈夫ですね。まあ、今回1対1なんで、別に大骨バフいらないかな。シーカーソルジャーですね。K2 が弱点なので、まあ、K2 さえしっかり狙っといたら大丈夫ですね。フェンリスだと、まあ、こういう動きがね、可能です。はい。まあ、詰め物装備の方がいいんですけどね。詰め物装備の場合は、しっかりとパリを取る。そして攻撃を避ける。で、攻撃ですね。攻撃は、まあ、後ろ取っといた方がいいんですけど、まあ、別にね、後ろ取らなくても、まあ、ダメージを与えることができるので、結構後ろ取るの難しいんでね、フェンリスじゃないと。まあ、なので、詰め物装備の場合は、普通に戦ってもらった方がいいですね。で、ここはゲットして。まあ、シーカーソルジャー倒した段階で、このダンジョン攻略終わりですね。結構ね、スムーズに攻略できましたね。やはり悪臭玉と大ハンマーは正義です。で、最後に飯回収して帰りましょうか。で、帰る際なんですけど、拠点ついてからですね、このベッド、これ、自分の拠点で確保することを忘れないようにしておきましょう。もしうっかり死んじゃったら、まあ、ここからね、スタートになっちゃうので、拠点に戻ったら拠点のベッド、確保することを忘れないように。はい、ということでね、ダンジョン攻略2つ終わりました。まあ、これね、悪手玉と大ハンマーは、持っていくとかなりダンジョン攻略が楽になるので、まあ、ソロの方とかね、特におすすめですね。まあ、マルチだと大骨のバフ掛け合って集団で殲滅するっていうのが、まあ、結構早いんですけど、まあ、ソロだとね、なかなかそういうわけにもいかないので、悪手玉と大ハンマーは必須になるかもしれないですね。クソ強い悪手玉なんですけど、まあ、これね、作るのにドロドロがいります。で、ドロドロってスライムから落ちるんですけど、まあ結構ね、普通にやってて入手するのめんどくさいと思うんですよ。で、今回の方法でもかなり悪手玉使うので、ドロドロは結構必要になってきますね。まあそんな感じでドロドロないよっていう方のために、まあちょっとね、ドロドロの取り方をレクチャーしておきましょう。さて、大骨の召喚場所に来ました。まあ大骨の召喚場所にこんな感じでちょっとだけ盛り土しときます。まあこれぐらいの広さでいいんですけど、まあこれぐらいの広さ確保したら大骨を召喚しますね。まあ1体でもいいですし、まあ余裕がある方は2体でもいいです。まあただ1体の方がやりやすいのはやりやすいですかね。召喚してもらって、このまま待っときます。で、まあするとあいつが投げる爆弾、あれにはスライムがスポーンするので、あのスライムをですね、買っていくわけです。で、基本的にここの盛り土の中にいれば一応安全ですね。大骨の攻撃は届きませんが、スライムは侵入していきます。なので、あとはスライムを狩るだけですね。これでドロドロを入手していきましょう。まあ、もうちょっとね、いいやり方あるとは思うんですけど、まあ、タコスが考えた中ではね、これが簡単で一番取りやすいかなとは思います。で、装備なんですけど、この木の根の仮面をつけておくと、これはね、毒耐性持ってるので、まあ、毒ポーション節約になるんでね、もし木の根の仮面持ってる方は、
これつけといてもらったらいいですかね。もうちょっと高くしといたらよかったかな。骸骨が襲ってくるんですけど。まあ、あとは待つだけですね。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回はですね、ダンジョンの簡単な攻略方法ということでご紹介しました。まあ、悪臭玉と大ハンマーを使えば、ああいう形で簡単にクリアすることは可能ですね。まあ、ドロドロの入手ですけど、大骨を使って回収してもらえれば比較的早くドロドロを集められるかなと思います。はい、ということで、この動画がタコスの今年最後の動画になりますね。さて皆さん1年振り返ってどうでしたか？まあ、タコスはですね、バルヘイムのミストランドが年末に出て、そしてチャンネル登録者も1000人突破してありがたい1年だったと思います。まあ皆さんはね、今年1年通してどんな経験をしたか、またはね、どんなバルヘイムライフを過ごしたか、ぜひね、コメント欄に書いて教えてください。それでは皆さん、良いお年を。最後までご視聴いただきありがとうございます。そして私、歓喜いたしますので、ぜひぜひチャンネル登録の方やっていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺でお別れです。バイバーイ。